こんにちは、アルソレルです。今回は IKEA の自動給水器を使ってみた動画です。先日立てたセラミスポール、セラポールがめっちゃすぐに乾くんで、そのポールに挿しておこうと思って購入しました。商品名はスベムスコグ自動水やり器です。価格は税込み499円です。3COINS で発売されているウォーターディスペンサーとか、以前 IKEA で発売されてたガラス製のキノコの形みたいなものとはまたちょっと違った商品です。これは土に刺す部分がテラコッタ素材でできてて、水がゆっくり染み出してくれるそうです。いい感じの速度で水が染み出てくれそうですね。タンクの容量は 700ml です。結構大きいですよね。蓋がついてるんですけど、乗せるだけでカチッとはまるような作りではないです。タンク部分は1リットルのペットボトルに変えて使うこともできるそうです。試しに家にあったペットボトルに挿してみました。1リットルではないんですけど、問題なく使えそうです。使うときは収斂火災に注意が必要ですね。本来は土に挿してから水を入れるんやと思うんですけど、試しにこのまま水を入れてみます。このタンクは上部が開いてるんで、土に挿したまま水を継ぎ足ししていけるのが便利ですね。結構すぐに色変わりますね。染みてはいるんですけど、すぐにボタボタ垂れてくるっていうことはなさそうです。では、乾いたセラミスに挿してみます。余談なんですけど、この黄色いバケツも IKEA で一緒に購入しました。色が可愛くって購入したんですけど、折りたたみ式やのに作りがしっかりしてて399円と、機能面価格面ともに素晴らしい商品やと思います。サイズ違いで緑色もあるみたいです。動画にしておいてなんですが、自動給水器よりもお気に入りです。話を給水器に戻します。ポールに使いたいので、同じような形状の細長い容器で試してみます。給水器を土に無理やりグリグリさして使うのはやめた方が良さそうです。セラミスにさせたので、このままちょっと置いておきます。4時間後の様子がこちらです。側面から見ると何も変化がないように見えるんですけど、上から見ると給水器の周りのセラミスの色が濃くなってます。給水器に触れてないところまで水が染み当たるにはかなり時間がかかりそうです。この後一晩置いてみました。全体的にセラミスの色が濃くなってるので、水が染み渡ってるみたいです。セラミスを出してみます。大部分が水を含んでて、でも底の方だけまだ乾いたままみたいです。このグラスは容量が 415ml なんですけど、全体に染み渡るには24時間以上かかりそうですね。では、ポールに挿して何日か使ってみた感想をお伝えします。差しっぱなしにしてるとちょっと見た目が気になるんですけど、ポールにだけ水やりできるようになるっていうのはかなりいいなって思いました。ただ我が家の今の環境ではうまく使えませんでした。高さ85センチ、直径4センチほどのセラポールに挿して使いました。最初は順調やったんですけど、上から5、60センチくらいまで来たところで、それ以上水が染み渡らなくなりました。
ポールが長いとはいえ細いんで下まで染み渡るかなって期待してたんですけど無理でしたね。ちなみに撮影時は真冬です。暖房もサーキュレーターもつけてない環境で、なおかつポールに全く根っこが張ってない状態でした。なので真夏やサーキュレーターをつけてる環境やポールにたくさん根っこが張ってたり、もっと太いポールを使ってたりするとさらに吸水が間に合わないっていうことがあるかもしれないですね。ポールに使う場合は吸水器をつけることでポールの先端が重たくなるんで、鉢ごと倒れてしまわないように気をつける必要があります。ちなみに私は1回倒しました。それはもともとこんだけ傾いとったら倒れるやろっていう感じなんですけどね。というわけで IKEA の自動給水器を使ってみた動画でした。便利な商品なんですけど、残念ながら今の我が家の環境ではうまく使いこなせませんでした。春になってこのモンステラを仕立て直した時に使えそうやったらまた試してみようと思います。